Meet Shinichi Morohoshi, the leader of Fighting Star, a car collective in Japan. The group customizes supercars and drives them around Tokyo at night. ランボルギーニを買い始めてから17年ぐらい経ちます。で今まででトータルで、20台ぐらい買って乗って、カスタマイズ、なんでランボルギーニが好きかっていうと、自分がまだ少年の頃にドアが上に開くっていうのがすごい衝撃的で、まずランボルギーニは爆音じゃないとダメだと思うんで、マフラーの音、これをもう最大限うるさくして走るのがかっこいいですね。He is known for his LED customizations and flashy exteriors. During the day, the cars sit in garages or homes, but at night they come alive on the Tokyo Expressway. あとは電飾カスタムといって、その電気をものすごいつけて、派手に光らせて走るのが、自分の好きなやり方です。His customers are international. Fans will recognize him as the outlaw icon in 2015's Need for Speed game. Seeing one of the Fighting Star cars is like watching the 2006 action movie The Fast and the Furious Tokyo Drift. 普段は普通にメルセデス乗ったり、トヨタ乗ったりしてるんですけど、それはあくまでも移動手段で、もうランボルギーニ乗ってる時が一番幸せですし、自分がランボルギーニで一番好きなのはディアブロです。でディアブロの何がかっこいいかって、まず名前が悪魔っていうところにちょっとあともともとカウンタックっていうのが好きだったんで、それの後継者としてディアブロがすごいかっこよく。The garage does different types of customizations: electrical, body modifications, paintwork, wrapping, and interiors. これがランボルギーニアベンタドール SV、 世界限定600台かな。でこれをどういうふうにカスタマイズしたかというと、まずはこのフロントのリップ、これはデザインから自分で考えて、でカーボンで作りました。このマフラーがパワークラフトって言って、その世界的に結構もう有名な日本の、友人の車で、もともとボディは赤なんですけど、ちょっとオーロラめいたシルバーのステッカーでラッピングしてます。でこれももちろんホイールもカスタムして、やっぱりマフラーもうるさくし、自分の中で傑作品としたら、やっぱりそのムルシエラゴの LP640 っていうものをまず全塗装して色を変えて、でそれとは別に入れ墨師タトゥーの職人のやつに、フロントボンネットに、自分の大好きなドラゴンの絵を描いてもらい、で今度その後にそこに、スワロフスキーっていう綺麗なものを約10万粒を貼り付けたもの。The highest speed limit on any expressway in Japan is 120 kilometers per hour, or 75 miles per hour. Morohoshi is open about not sticking to the speed limit. やっぱり正直300キロぐらいになってくると、ちょっともうゲーム感覚になって、変なアドレナリンが出て、何も怖くないっていう気持ちになるのと同時に、
その先になんかこう死が見えるというか、そんな何とも言えない不思議な感覚になります。2ヶ月半前の3月5日にいつものように普通に首都高速でランボルギーニで走ってたんですけど、多分その時200大型トラックがいきなり出てきて、こうバーンとぶつかってしまったという感じです。でその時にシートベルトしてなかったのと、その後はもう救急車で ICU に運ばれて、ICU に8日間で、その後一般病棟に移って。Morohoshi suffered injuries to his back, legs and ribs, and was wearing a brace at the time of filming. 退院して、でその後自分の車見に行ったんだけども、もう思った以上に壊れていて、今の段階ではもう大破しちゃったという感じになります。Japan is, of course, the birthplace of manufacturers like Nissan, Honda, Toyota, and Mitsubishi. The European import market didn't take off until the 1960s, and it's still fairly rare to see European supercars on the streets. Custom car groups use Instagram to maintain their international image. There are also mass car events like the Tokyo Auto Salon. そうですね、自分がランボルギーニ乗り始めた頃はまだランボルギーニなんてもうどこ行っても見なかったんですけど、ここのところはもうここ何年かでもうランボルギーニがものすごい東京に増えて、で自分はドライブが好きで、首都高速をランボルギーニで走ってたりスピード出したりしてたんですけど、最近はもうみんな同じようにスピード出したり走ったりしてますね。